皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。OK かな。はい、それでは皆さんごきげんよう、上川薫です。今回はですね、最初の説明もありましたが、生放送は本当に久しぶりということもあるので、今日は少し、変わった感じもちょっとやってみようかなということで、顔出しはしてるんですけれど、顔は顔でも、ディズニーアニメ調になっております。昨日アナと、雪の女王をやってたんで、今日はディズニー調でもいいかな、みたいな感じもあって、少しいつもとは違った感じになっております。パープルさん、っていうことですけど、っていう、こういう、そういうのも、いかにもディズニーアニメ的な感じには、ちょっとできますよ。ただし、この顔っていうのはあくまでも作り物なので、しかもかなり強引に合成しているっていうこともあるので、あまりうまくいかずに途中でやめることもあります。カノムさんびっくりした。びっくりさせようみたいなのもあります。ペコポンセイジさん、久しく来たら何これ。そうそう。なんで顔が暗いかっていうとですね、私の後ろ側に部屋の明かりがあるんです。なので、完全に後ろからこう、光が来てしまうので、私は完全に影になってるんですよね、顔が。で、顔に光を当てようとすると、かなり、自分が眩しいってなっちゃうので、こんな感じになっております。ただ実際に放送を始めてしまえば、ほとんどがこっちの方の画面になります。いわゆる、皆さんにこれを見てもらいながら話をするっていう形式になるので、そこはあんまりお気になさらずにっていう感じですね。というわけで、いつものようにいつもの展開で、こちら YouTube のコミュニティで皆さんからの話題を募集しておりますので、こちらの方の書き込みをまずは優先的にお話をしていきまして、それと同時に皆さんからのチャットの書き込みっていうのを少しずつ拾いながらっていう形で生放送していこうかなと思っています。というわけで今日も一日よろしくお願いします。今日はですね、24件と書き込み数の数も少ないので、全部話すことはできるだろうと思っております。ケンチスドさん、スーパーチャットありがとうございます。こんにちは、よく視聴しています。ということでありがとうございます。一応こちらで、ある程度このコメントっていうのを見た上で、関連のニュースも集めておきました。COP26 についての話、ニュースが2つと、あとは今の自民党、公明党のこの政権の間で決められた給付金の話。これはあれこれ突っ込みどころがたくさんあって、話すと長くなりそうだなみたいにちょっと思ったりもします。あとは、野党の方どうなのかなっていう話、動画にもしたんですけれど、その後の動きもちょこちょことお話をしようかなと。それとですね、私のチャンネルでは
全く触れてないし、動画にも一つもしてないんですけれども、小室さんのニュースについてちょっと、コメントを出さないんですかっていうのもあったので、今日は一つだけニュースを取り上げようかなと思います。小室さん側と男性金銭トラブル解決を確認というニュースが、今日じゃなくて昨日の夜流れていて、で今日も引き続き関連のニュースいくつか流れているようですね。よいしょ。そしてお隣の大統領選挙なんですけれど、なかなかの人が、大統領の候補になってるんで、新しく大統領にこの人がなったら、ムン・ジェイン大統領を超える逸材かもしれないっていう話ですね。こちらの方、2本のニュースを用意したんだけど、両方とも結構な突っ込みどころがあるなっていう。1本目は、まずは今、日本、アメリカ、韓国、この3つの、ちょっとね、必ずしもすごくいい関係ではないけれども、一応形式上は、軍事的なつながりを持っておこうねっていう、大枠があるんですけれども、それに異議を唱えたいっていう。来たか。これは韓国側の方からこういう動きをするっていうのは、ちょっと、ムン・ジェイン大統領を超えるんじゃないかなという感じですね。で、一方ですね、この同じ人なんですけれども、日韓併合はアメリカが承認したからだ的な話をしていてですね、これもまたやっぱりムン・ジェイン大統領を超える逸材としてのキラリと光る原石みたいなものを感じさせるニュースでございます。実際にこの人が大統領選に出ている状態で、さあ当選するかどうかっていうのはまだまだ、投開票は先の話なのではっきりとはしないんですけれども、一応、与党側の候補ということにはなっているので、有力候補ですよということで、ご紹介はしたいなと。よいしょ。ポチポチ。あとは自民党公明党のこの政権の中でですね、茂木幹事長と、林芳正、外相ですか。この2人がこの閣僚というか党の重役にも入ったりなんかして、とっても注目しなければならなくなってしまったと。で、悪い方で注目しなければならないこの閣僚人事だったわけなので、で、私自身は、何かを起こす前に悪いとは言わないんですよ。ただ、悪い予感のする人事だっていうふうには思ってるので、このあたりの話もね、少しずつ表立って出てくるんじゃないかなっていうふうに思っております。林さんの方ではなく茂木さんの方でちょっとニュースっていうか、こういうすっぱ抜きみたいな話も出てきますよと。茂木さんっていうのは結局地頭はすごくいいっていう話はとても毎回この人の話を聞くときには出てくるんですけれども、それだけに官僚側としてもものすごく対応に気を使うという話があるので、取扱いマニュアルっていうのが作られたと。これが本当かどうかっていうのはちょっと確かめようがないんですけれども、取扱説明書を作らないといけなくなるぐらいの、ちょっとこれも、逸材と言っていいかどうかわからんですけど、仕事はできるんだろうけど、その仕事の方向が間違うと大変なことになるなっていう意味で、茂木さんは要注目ですね。それとですね、こちらは住民投票権を、この今は日本国民の人にまず基本的にはみんな持ってますよという状態なんですけれども、それ以外の人たちに対しても、住民投票権を与えようっていう動きが起こってますよということで、こちらツイッター上で一時期というか、昨日人気というか、トレンドワード入りしてたんですよね。外国籍にも日本国籍住民と同じ投票権の条例を提案。東京武蔵野市ということで、民主党系の人ですよということもあって、より一層危険視されているお話でございます。このあたりの話は、ニュースとして、押さえておこうかなと思います。
まあちなみにですね、まあ一つ前の茂木さんの話なんですけれど、頭がいいイコールいい人であるかどうか、そして良い政治家であるかどうか、そして日本のためになるかどうかっていうのは結局のところ一つ一つ別の話だと思ってください。例えば鳩山総理大臣っていうのが昔いたわけですけれども、あの人は学歴的にはすごく良くて、私なんかもうペーパーテストでは絶対叶わないだろうなっていう感じの、まあきっと、地頭の良さはあると思うんですよ。でもその地頭の良さを生かしてなく、全く意味のない方向というか、日本を傷つける方向に頭を使ってしまったっていう、まあそういったこともあるので、地頭がいいことと結局日本のためにいいことができるかどうかはまた別の話ということでございます。よいしょ。で、その茂木さん関連のニュースとして、今日の、朝方に流れたニュースなんですけれど、緊急事態条項創設を優先的に行いたいという話を、これが記事になっております。まあ、茂木さんの話関連で、まあ、こちらのニュースを拾っていきたいなと思います。よいしょ。そしてまた超懐かしいネタなんですけれども、砂漠飛びバッタっていうものが、という虫がっていうかな、まあバッタの話なんですけれども、まあ一時期砂漠飛びバッタっていうのがものすごい大増殖して、これがヒマラヤ山脈を、飛び越えて中国に入って大飢饉を引き起こすんだっていうなかなかのデマを流している人たちがまあいまして、まあそんなことねえよっていう、まあなんていうかツッコミ動画を作ったんですけど、まあそれ以来少しずつ何回かこのバッタについてお話をしたんですけれども、まあ時間があったらねっていう形で、まあ日本人でこの専門家の人たちっていうのもまあ数人はいるようなので、でその中でまあ一番有名だろうなと思われる人がこの前のウルド幸太郎さんという方で、まあこの方はですね、まあ随分長い間、まあ音信不通だったこともあるんですけど、最近になってこの砂漠飛びバッタについて退治方法をまあブログみたいなものに書いているので、時間があればお話しできればなかなと思いますね。まあただですね、このブログの方がですね、全部読むのに12分はかかるっていうことなので、全部読むわけにはちょっといかないかなとはちょっと思いますね。まあバッタこの方でございますね。はい。まあ以前はですね、この国際農林水産業研究センター研究員っていうなんか結構立派な名前の立派な肩書きがあったんですけど、今はそういった肩書きがないかもしれないので、なかなかニュースとしては出てこないのかなっていう感じはします。まあそういったわけで、よいしょ。さてどれからいこうかなと。まずニュースとして用意してないものからいきましょうか。で、読み上げに関しましては、私は読み上げソフトを使いますのでご了承ください。まず小松千代さんの書き込み。今読み上げソフトを使ったんですけど、皆さん聞こえてますかね？多分聞こえてると思うんですけれども。さて、国民党についてということで、国民党についてっていう私最初思ったんですよ。国民党で調べるとまず中国国民党が出てくるっていう、っていう感じなので、あと、台湾にも、よいしょ。あったような気がするっていうことね。台湾の野党も、中国国民党っていう形で、音が聞こえない。残念。じゃあちょっともう自分で読み上げましょうか。はい。ちょっと読み上げソフトが聞こえなかったということなので、小松千代さんの書き込み、上川さんこんにちは。国民党ついどう思われますか教えてくださいということなので、国民党って、まあ、日本の党じゃないよなっていうのが私の第一感だったんですけど、
まあこれはですね、普通に調べたら、まあ、台湾の野党、中国国民党が出てきちゃうので、そうじゃないだろうと。多分、玉木さんの党の話を言ってるんだろうなっていうね。国民民主ですよね。はい、国民民主。なんか国民党って言ってしまうとちょっと出ないんですけど、国民民主党だと出てくるっていうね。はい、ということなんですけど、多分、さすがに台湾の野党についての見解をどう思われますかとは聞かないだろうと思うので、玉木さんの国民民主党の方の話をちょっとさせてもらいます。はい。こちらですね。はい。玉木雄一郎さんの、国民民主党でございます。まあ民主党っていう意味で言うとですね、この前の選挙の時は、民主党っていうのを書いてしまうと、立憲民主党と、国民民主党のこの2つで、票を安分しましょうっていう、まあ、かなり不思議な話になってしまったんですけど。で、もしかしたら国民民主党にとってこの安分っていうのがプラスに働いたかもなーっていう話もあるんですけど、まあ実際のところは確かめようがないんですけれども、少なくとも言えることは立憲民主党の方が本来であれば、この民主党っていうのを外すべきだったとはまあ言われてます。というのは国民民主党っていうのがまず母体として最初にあって、そこから分裂するような形で立憲民主党っていうのができたので、なので先に民主党を使ってたのは私たちだよっていうのが、国民民主党としてのまあ言い分です。逆に言うと、じゃあ立憲民主党はなんでそんな風にして安分になるのにさっさと別の略称名を使わなかったかといえば、基本的にはまあサボってしまったとしか言いようがないと。党内の中で調整がつきませんでした。届け出ができませんでしたってまあ言ってたんですけれども。まああれだけ選挙のことについてああだこうだ言っていた人たちがもう自分たちのことを一つ決められずに選挙に突入して民主党って書いたらもう途端に2つ安分になってしまうなんてね。まあこれを許す方がどうかしてるって思いますね。よいしょ。で、国民民主党についての話なんですけれども、で、評価について言うと、私は立憲民主党より国民民主党の方がまだマシだと思ってます。で、基本的には立憲共産がまさに一番下、まあ一番下とは言わないけど、もっとひどいものもあるんですけれども、まあ基本的には下の方にまず立憲共産があって、それよりはマシでしょうっていうふうには思っています。なので国民民主党が今回の選挙でほんのちょっぴりですけど、まあ議席が増えて、少なくともこのまま党が存続するよっていうのが決定したのはまあ良いことだろうなと思ってますね。で、この後ですね、野党の再編というのはなかなか難しいとは思うんですけれども、少なくとも自分たちは選挙に勝って議席を伸ばしましたよっていう話が確定した以上、特にこの人たちがまあ分裂してどっかに消えてなくなるっていうことは今の情勢だとないかなと思ってますね。まあそういった意味では玉木さんにはちょっと頑張ってもらわないと。で、一応玉木さんとこの日本、維新の会ですね。日本維新の会との連携っていうのも、いわゆるゼゼヒヒと呼ばれる、まあ賛成できるものがあればそれは賛成しますよっていう、まあ一番私としてはまあ良いであろう基本方針は取っているので、まあ問題ないんじゃないかなと。何でもかんでも反対ではないですよっていうところで。よいしょ。よいしょ。ポチッと。まあというわけで、国民民主党、まあ玉木さんの党については、立憲共産よりはマシだろうっていう評価をしております。なのでこの後、まあ少ない人数ですけれども、まあこの後提案型野党を目指しますよっていう話をしているので、まあ実際に提案して、良いことを言えるかどうかっていうところですよね。まあこれまでは、なんていうか、フラフラしてるというかなんというか軸がないというか、もう一歩なんか、
良くなりようがありそうだなと思えるんだけど、なんか乗り気になれないみたいな、ちょっと曖昧なところがあったんですけれども、まあ、少なくとも共産党との距離をしっかりと置きますよって言ったことは、私は評価できることだと思いますね。下流サイサイさん、共産党にアレルギーあるロースはたくさんあるでしょう。私もそう思いますね。まあ、労働組合イコール共産党とつながるかどうかっていうのは結局のところ、まあ、つながるところも確かにあるんだろうけれども、それは今の政権に対してノーを突きつけましょうっていう、そういうお題目としてはいいんでしょうけど、でも実際問題、まあ話をすればするほどちょっと違うんじゃないのって思う人たちはたくさんいるはずですからね。うん。あとはどうかな。ニュースを用意していないところだと。はいはい。キャットウェルカミングさん。書き込み。そういえば最近ライブないなって思ってたとこっていうことなんですけど。まあこの話一番最初にすべきだったかもしれないんですけれども。生放送、ライブ放送を休んでからもう、2ヶ月、3ヶ月、まあ経ってるので、まあ本当にお久しぶりですっていうところですよね。で、このライブ放送に対する私の思いっていうのもですね、結構、まあ迷走していてですね、生放送をすると必ずのようにチャンネル登録者数が100人とか200人単位で減っていくっていう現象が、まあ、ずっと続いていったので、もう基本的にはもう勘弁してくれよっていう気持ちが、まあ、とってもあったんですけれども、まあ、この2、3ヶ月のその気持ちの変化としては、まあそれで減るんだったら仕方ないんじゃないのっていう、まあなんていうかな、自分自身の踏ん切りがようやく少しついてきたかなと。結局のところですね、まず生放送をすると、まあ、必ず出てくるのが、話長いからお前の話なんか聞きたくないわっていう、なんでそんなに拒絶感たっぷりにまあコメントするんだろうなっていう人が結構いるんですよね。まあだから人によって求めるものがものすごく違っていて、まあ動画っていうものを基本にして見ていると、まあ動画はまあ10分ぐらいじゃないですか。で、その10分ぐらいのものに対しても、まあ長すぎるぞっていう、今コメントされる方も、まあ結構頻繁にいるので、そうするとまあ1時間2時間と話していると、まあこんなに長いの聞いてられんわっていう人たちもまあいるんだろうなと思うんですけど、まあ私としては、いや大丈夫ですよ。別にこのライブ放送は強制的にあなたに見せているわけではないんですよってちょっと思うんですけどね。テレビにしても YouTube にしてもそうなんですけれども、必ずのように選択肢は私ではなくて見ている側にあって、あ、これちょっと今日見るの難しいなっていう方もおられれば、まあ単純に生放送はあんまり興味ないけど動画の方見ますっていうような、いわゆる自分の選択ができるので、まあ、特に私としてはこの生放送しているからといって、なんか見ないと何々が起こるぞみたいな押し付けをしてるつもりはないんですけどね。まあそんな感じで、そういった人たちがですね、声を出さずに、言う人もいれば、声を出さずにいなくなる人たちもいるので、で、それがですね、チャンネル登録者数の減少っていう、まあ、形で現れてくるので、ああ、結構、まあ、見たがらないというか、嫌な人がいるんだなっていうね。うん。まあ、そういうの思います。のこさん、ライブは皆さんと一緒に交流会の時間です。はい。もうそういう風にして思ってもらった方がいいですね。パープルさんお出かけします。また次回ということでありがとうございます。また次回も来てください。なのでですね、生放送の、まあ嫌だったら動画の件見ればいいんですよっていうの、まあ私はもうそう、なんていうかな、ようやく少しだけ自分の心の中で整理がついて、まあ生放送を行うことによってチャンネル登録者数が減るんだったらもうそれは仕方ないんじゃないって思って、むしろ、まあなんていうかな、このチャンネルを登録している人たちが横のつながりが生まれやすい、このチャットを、なんていうかな、みんなの交流の場としても、まあ用意するのがいいんじゃないかなと。まあつまり、すぐに
チャンネル登録するんだけどすぐに出ていく人よりも、もう定着している人たちの間である程度、まあお久しぶりですっていう形で、この動画の時コメントしたけれども、ああいう時に私もこういったこと言いたかったなとか、そういう動画のコメント同士の交流は難しいんだけど、チャットの流れてる話の中で、まあ、人に話しかけたり、自分の声を出したりするのが、そっちの方が、まあ、やりやすい人たちも、まあ、きっといるだろうと。まあ、そんな風に思っております。よいしょ。みつきまさん、生放送は嬉しいんですけどね、ありがとうございます。まあ、ありがとうっていうのも変なんですけれども、本当に見てくれる人たちが楽しんでもらえる。で、そういった人たちである程度、まあ、まとまっていくことも大事なのかなと。まあ、特に、コアなファンっていうのも、やっぱり大事にしないといけないなと思っていて、生放送を見るのが嫌だっていう人たちや長すぎるっていう人たちがいたとしても、それは、なんていうかな、かなり軽いっていうか、まあ、ファンとしての歴が短い人にとっては、ちょっと嫌なのかな、みたいな感じで言うと。逆に言うと、まあ、ずっと見てますよっていう人たちにしてみると、動画ではあまり話をしていないこととかがまあ出てくるので、まあ、こちらの方が、別の楽しみがありますっていう、まあ、そういうことですよね。こうやってなかなかと話すときは、よいしょ。ちょっと待ってね。ポチッと。うん。そう。まあ普段の生放送だったら、まあこういう、まあ、顔出しをしてもいいのかなと。まあアニメ調のディズニーアニメですけれども。そうですね。10分程度の短い動画っていうのはものすごく、話をスーッと聞く分にはいいんですけれども、同時にその内容がどこまで詰め切れるかっていうとちょっと違うんですよね、どうしても。ちゃんもさん、初めてのライブ違う人みたいですね。まあ、何しろ顔が違いますので、いつもとは。もう、アナと雪の女王の、もうとてもモブキャラの顔にはちょっとなってますけどね。見つきますさん、メタバース。そう、メタバースなんですよ。もう、このメタバース関連の話は、まあ、今日別にするつもりはなかったんですけれども、まあ本当にね、このメタバース関連でちょっと株価の方が動いてるなっていうのを最近特に身に染みて感じているので、まあちょっとその話もいつかどこかでできればなと思ってますね。しげさん斬新でいいと思うよ。まあいろいろなことがあると思ってください。で、なんでこんな風にまあディズニーアニメ調の顔もちょっと作ったかっていうとですね、まあつい先日、カッパ園長さんのライブ放送がありますよっていうのが、まあ私にお知らせが来て、で、このお知らせが来たのが一体どこから来たかっていうと、まあ、カッパ園長さんのその、まあ、アシスタントと、まあ本人が言ってるっていう、まあその人が本当にアシスタントかどうかわかんないんですけど、まあアシスタントですよって名乗る人が、今度、カッパ園長さんがライブ放送するんで、で、コラボ企画っていうのを考えてますと。なので、どういった考えなのか、一度生放送見に来ませんかという、まあ、ご招待が来てですね。で、その時にですね、まあ、実際コラボするんだったらさ、どうしようかっていう、今のところ私は誰かとコラボ企画っていうのをしたことが、まあ、一度もないので、コラボ用の何か準備をちょっと考えなければならないなと思っていまして。で、この政治系の YouTuber の人たちっていうのは、ほぼほぼ、顔は出してない人の方が主流です。まあ、カッパ園長さんもそうですし、まあ、その他、何か政治系のチャンネルを見ていくと、そのほとんどがですね、何かの、フェイスリグっていうものか、もしくはその後継のソフトっていうのがあるんですけど、動物であったり、もしくは、何か動物以外の、まあ人間でもいいんですけど、何かアニメ調のものに、チェンジした状態で、まあ喋らせるっていうようなものなんですよね。まあそういったものが主体なので、ちょっと、実写的な感じで出てくると、ちょっと色が違いすぎるかなっていうところもあって、まあそれ用にちょっと準備しようと。で、それで準備するんだったら私も何か動物をと考えたんですけど、動物ってほぼ埋まってるんですよね。
例えばまあ、カッパ園長さん自身は犬ですし、他にも猫を使われている方とか、タヌキ、まあそういったものだったら、基本ソフトとしてあるんですけど、なかなか動物コラボも難しいなと思ったので。なので、私の場合だったら、この、ディズニーアニメ調に、チェンジしたもので、まあコラボをしていくっていうのを、ちょっと手段として考えてみました。まあなので、その準備というか、その前段階として、まあ今回は私はこういうディズニーアニメ調になっております。はい。で、顔がちょっと暗いのは、これは私が背中側に照明があって、私は影になっているところです。なので、そこはご了承ください。手だけリアル。そうですね。手は、とっても普通にそのまんまです。手はそのまんまです。はい。まあ実際問題、カッパ園長さんとコラボ企画をやった時に、まあどんな反応があるかなんですけれども、まあものすごくファン層が被ってないっていう、まあ事情はあるので、まあどんな反応があるかはわかりません。はっきり言って。うん。ポチポチと。さて、それでは、まあその話から続きいきましょうかね。ゆうゆうさん。コメントありがとうございます。上川さんお疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりのライブなのに参加できません。そういうこともあります。のんびりゆっくり楽しく皆さんとお過ごしくださいということでありがとうございます。まあ基本的にはですね、このライブの方だとのんびりしたもんです。私は気分的に。うん。まあそれに、なんていうかな。私自身は、生放送で罵倒系のものが、ちょっと苦手っていうか、私自身はなんていうかな。その怒りのボルテージが上がりにくい性格なので、自分自身もそういったものはなかなかちょっとね、難しいんですからね。なのでニュースを紹介するときも基本的に問題はこれだっていう話はするけれど、別に怒って話はしていないし、例えばその人の人格とか、いわゆる見た目の問題とか、そういった話について基本的にはなるべくしないようにしてます。うん。まあそういったところは気をつけながらやっておりますよ、という。よいしょ、よいしょ。竹尾鈴木さん、書き込みありがとうございます。長尾隆さんやガナハさんとの対談を実現してほしいということですね。ありがとうございます。こちらですね、長尾隆さんは確か大阪の選挙区で、今回の選挙で落選しちゃったっていう方だったかな。どうだったっけ。ちょっとまあこれ勘違いだったらすいませんね。確かそうだったと思うんですけれども。よいしょ。これがそうですね。あった。はい。大阪府八尾市を含む大阪14区で落下傘候補として出馬した維新新人の青柳仁氏が自民前職の長尾隆氏らを退け、4度目の国政挑戦で念願の初当選を果たしたというニュースがありまして、まあこれで言うと逆に言えばこの長尾隆さんは今回の選挙ではまあ落選してしまったということですね。で、ガナハさんは別に選挙には出てないんですけど、いわゆる実際に政治活動をされている方、長尾さんと、ガナハさんの場合だと、まあ、ジャーナリストの分類になるのかな。まあそういった方たちのコラボはどうでしょうかねということですね。鹿児島ツッキーさん。長尾さんなら選挙等でお話聞けるかもですね。まあ確かに。まあ今でも意気消沈してるかもしれないですね。うん。でも将来的にはそういった意味では、まあ現役やもしくは現役を退いた方やもしくは現役を目指しているんだけれども今はそうじゃないっていう方、まあそういった方とかも、まあいずれはコラボを考えていかないとなっていうのはちょっと思ってますね。ただですね、私の場合だと、日本全国に向けて、まあ
自分の話をして賛同してくれる人を増やすっていう、基本戦略なので、必ずしも、こういった国会議員の方たちと、もしくはジャーナリストの方と対談することがあんまり必須ではないんですよね。別にその人たちと話をしたところで、なんていうかな、それ自体が支持者を増やす行動かって言われるとあんまりそうではないので、あくまでも将来的にはあり得るけど、今すぐ目指す、対談相手ではないかなと思いますね。そろそろ、鹿児島ツッキーさん、途中までは参加できるかもということですけど、まだまだ言いますね。はい。雨の中の熊さん、明日は参加できないということなので、今日は確かに来てませんね。雨の中の熊さん。雨の中の熊さんは以前書き込みされていましたけど、私が国会議員に当選したら、選挙事務所で一緒に働きたいですっていうようなことも書かれていた方なのでね。いつかそういったことも、YouTube のこのチャンネルの登録者の方で、結局私がずっといろんな時事ニュースについてお話をしていることもあるので、将来的に一緒に働く人が出てくる可能性も私はあるんじゃないかなと思いますね。もちろん私がそれは議員になったらのっていうところですね。そうじゃない限りは、まだまだ私は、ソロ活動が続くだろうとは思ってますね。ちょっと待ってね。よいしょ。で、そろそろ、じゃあ用意したニュースの話しましょうかね。まずは COP26 の話に行きましょうかね。スバルさん、選挙に出るんですかっていうことなんですけど、これは今すぐ出るよっていうわけではなくて、私の場合だと、出ることを前提に活動しているって感じですよね。というのもですね、この政治系の話題をずっと話している人たちっていうの中には、自分が選挙に出ない前提でお話をされている方と、いつか出ることを前提にして話をしている方っていう、この二通りがあると思うんですよ。この二通りっていうのは、つまり、自分はあくまでも批判する側ですよっていう立場を保ち続けたり、もしくは自分が取材してみんなに伝えるっていうことを前提にしている人たちがいるんですけど、私の場合だと、この時事ニュースを通じて私はこういうふうに政治はこういう動くべきだっていう、そちらの方の話をしていて、それはあくまでも批判する側じゃなくて、いずれはその影響を国政に与えたいと思っている方です。もちろん一人だけ受かったところで別にその他の人たちが動かない限りは法律は変わるわけではないんですけれども、でもそうやってYouTube で話をしている人がみんなからの得票を得て、政治家として当選するんだっていう一つの前例を作ることができれば、結局のところ前例があるかないかによってみんなの意識っていうのは結構変わると私は思っていて、こういう手がもう普通にできるんだっていうふうに思えば、私は結構政治の流れっていうのは変わっていくと思います。特に若い人たちの感覚としてですね、そんな手で議員になる人いるんだって思えれば、やっぱりそれだったら同じように後から似たような手を使ってくる人たちっていうのは必ず出てくると思うんですよね。成功したモデルっていうのがあれば、その成功モデルを真似て、私もじゃあこの手を使って政治家になろうなって思ってる人がいれば、でその前例っていうのがもう存在していれば、後から応援する人も目指す人たちも少しずつ出てくるということですね。何しろ日本の場合だとこうした前例があるかないかだけ、それだけで結構判断されることがありますからね。そんなことうまくいったことないじゃないかっていう感じで否定的に思う人たちがいるので、最初の一つ成功例が存在するだけで、いやこういうことできるんですよって言えますからね。で、若い人たちはそういう変化っていうのがあるんだっていうのを認識してくれれば、結構それだけで行動が変わりますからね。
さて、それでは、かおりんの部屋さんの書き込みからいきましょうかね。皆さんの書き込みをちょっと待ってね。それじゃあもう一回ちょっとアプリで読み上げを試してみます。聞こえるといいんだけどな。やっぱり COP26 の話が聞きたいですね。石炭火力発電廃止とかガソリン車廃止とかまるでど素人のガキの集まりのような COP26 どう思いますか？まるで家庭の生活をオール電化にしろと言っているようなものですよね。それで値段は高騰するわ、安定供給もできないわ、CO2 は削減できないわ、となったら何のためのオール電化なのか、まるで無意味。原子力を推進しろと言ってるのでしょうかね。しかもマスゴミはまるで日本がやり玉に上がっているかのような報道。中国、ロシア、インド、ブラジルは知らんぷり。まるで慰安婦詐欺と変わりませんよ。日本が加害者扱いにされて金を700億ドルも差し出すなんてドブに捨てるようなものです。金を出すなら日本が世界をリードすべきです。世界をリードできる政治家が欲しいです。というわけで読み上げアプリを使いました。最初は、MAX から始まったので、皆さんにとても耳がドーンときちゃったみたいですけど、後半の音量だと大丈夫そうかなっていう感じですね。カナムさん OK です。レンさんちょうどいい感じ。ジンさんナイス音量。トモさんグッドということなので、多分、これの設定でいけるんじゃないかなと思います。それでは話の内容に行きましょう。COP26 の話が聞きたいですね。石炭火力発電廃止とかっていうことなんですけれども、さあ、この COP26 の廃止っていうのはまさに CO2 排出をなるべく減らしましょう、メタンを減らしましょうっていうような話が大枠として存在しているんですけれども、さあ、それで一体何を具体的にやろうかってなった時に、日本の場合だと、石炭火力発電なんか作りやがって日本はなんてひどい国だみたいなところだけ、やたらめったら叩かれるという話になってると思っています。で、この話の一番肝は何と言っても、いやいや、日本を叩く前に中国を叩けよっていうものすごい、もう大事なポイントがあるわけですよね。もちろん、日本っていうのは、ものすごく工業生産っていうのもあるので、それにあって、CO2 排出はある程度あるんですけれども、だからといってそこまで叩くかっていうところですよね。基本的に効率よく使っているという意味では中国なんかよりもよほど日本は、環境規制もしつつ、それでいて、両立させている部分があるので、で、しかも日本の石炭火力っていうのは少しずつ最先端のものが開発されているので、このものすごくだだ流し環境汚染してますよみたいなものではどんどんなくなってきてるんですよね。そういったこともあって、現実問題として日本ではそれほど公害はもう今はなくなってるんですよね。特に空の空気に関しては。もちろん0か1かで言えば0ではないんだけれども、少なくともお隣の韓国や中国に比べればはるかに空気の質は良いと。で、この空気の質を悪くするという意味では、実際問題多くの人たちが、呼吸器官を中心として、寿命を減らすっていうことが言われています。なので、そういった呼吸器系の疾病に関して言えば日本の方がはるかに中国よりも少ないというのが現実です。で、ガソリン車廃止について言っても、確かにガソリンを使うのをやめようっていうその最終的な話としては、電気の方が良かったっていう、その言い分はわかるんだけど、だからといって日本のハイブリッドを全否定する必要ないでしょっていうところですよね。よいしょ。というのも、基本的にヨーロッパはもう自分たちがあたかもすんげえ、もう超優れたこの環境対策やってるぞみたいな、そういった態度でものすごい日本に対してグリグリやってくるわけですけれども、そこまで言うほどじゃないでしょと。で、
この問題に関してヨーロッパが圧倒的に有利なのは、なんといっても、風力発電がすんごいヨーロッパはやりやすいんですよ。あのあたりにおいては、一方向、一つの方向で、基本的に風が流れているっていうのと、あと台風みたいなものすごい場を荒らすようなものっていうのがないので、基本的には。時々はそれっぽいものはありますけど、基本的には風はずっと似たような方向でずっと吹いてくるので、安定的に風力発電できるな、よし、北の海はある程度風力発電のどんどん増やしていけば、これ結構自然エネルギーいくんじゃないっていうことから、ある程度自分たちが目処が立ってると。目処が立ってるからこそ他の国に対しては、おやおら、あなたたち全然できてないじゃないのっていうことを言って、自分たちが馬乗りとは言わないですけども、完全に、自分たち有利のルールを作ってるんですよね。特にこの問題で一番痛いのは、このガソリンエンジン車っていうのが必要な国っていうのが現実に存在していることをものすごく無視してるのが怖いなと思うんですけどね。どこにだって電気で充電できる場所があるわけじゃないですからね。ちなみにですね、この問題で言うとカオリンさんが書いてますけれども、原子力を推進した方がいいのかっていう話になったら、CO2 排出や、もしくは、メタンはあまり発電には関係ないんですけれども、CO2 排出の観点から言うと、一番環境にいいものっていうのは、太陽光でも風力でも地熱でもなくって、基本的には原子力だとは言われています。で、原子力プラスアルファ、余った電力を使って水力発電するのが一番いいだろうと言われてますね。この余った電気をなんで水力に回すかっていうと、人間の活動っていうのはお昼の間にほとんどの人は動いてると。夜の間に働いている人は少なめなので使う電気が少ないですよと。で、原子力の発電っていうのはどうしてもある程度の量がどーっと同じぐらいの量で流れっていうイメージなので、1時間ごとによし上下させようみたいな、そういった細かな動きが難しいんですよね。だから夜余った電気を使って水を高いところに上げて、そして日中になったらその高いところに上げた水を下に流す位置エネルギーの変換で電気を起こしますという形でやるのが一番効率というか無駄のないやり方だろうと言われてますね。で、そういった事情があって、グレタさんがやってきて、あなたたちの国は全然できてないじゃないのみたいな話をずっとするわけですよ。グレタさんの住んでいる国っていうのはまさに原子力と水力発電が非常に多い国なので、自分の国はうまくいってるんだっていう自負があるんでしょうっていうとこですよね。で、これの巻き添えを食って日本がこの後ハイブリッド車をもう全然ダメです、やめなさいって言われてやめました。で、そしてガソリンエンジン車についても全廃ですってなった時にさ、この電気自動車時代になった時に果たして今の日本メーカーがどれだけ生き残れるかっていうのが、結構日本にとっては厳しいというところですよね。ヨーロッパはおそらくもう勝つ算段があると思ってるからどんどん進めているわけなんですけど、トヨタの進めているこの車載用電池、全固体電池かもしくは全固体に近いものが、非常に量産が効いて値段が下がってきて使えるぞ、リチウムイオン電池よりもいいものだぞってものが出てきてくれさえすれば、少なくともトヨタ連合については今後も生き残るだろうとは思ってるんですけれども、これまで作ってきたガソリンエンジンの最高効率のものであるとか、ハイブリッドシステムの完成度の高いものが、どんどん商品価値を失ってしまうっていうのは日本のメーカーにとっては非常に痛いと。で、電気自動車が普及すると一体何が一番問題になるかっていうと、アップルカーであるとか、アマゾンカー、もしくはグーグルの作る自動運転車みたいなのが出てきた時にですね、
もう自動車メーカーじゃなくていいじゃんっていうのが、まあ一番出やすいんですよね。まあつまり、システムとして電気自動車をみんなで共有する時代が来てしまえば、もうどこのメーカーが作ってる車なんてあんまり気にしないでいいよねっていう話が出てきちゃう。これが日本にとってはまあ一番痛いところなんですよね。まあ、トヨタの社長はこのあたりについて、まあ、結構自分でも危機感を発していて、このままだといずれは Google や Apple が自動車を作り出して、その自動運転のシステムを元にしてシステム構築してみんなが使うような時代になったらもうやばいぞっていう、まあ、危機感については話していたりします。ただ、トヨタの社長がそういう危機感を持っていても、じゃあ日本の政府がその危機感を果たして共有しているのかってなると、ここがものすごく不安なんですよね。どっちかっていうと、ヨーロッパがもう環境って言ってるのに押されて、そうですねってものすごいなんていうか、飲まされてるんじゃないっていうところですよね。で、これを飲まされすぎると、さっき言ったように、日本のメーカーはものすごく窮地に立つと。で、日本のメーカーが窮地に立つと何が起こるかっていうと、日本で作らないでいいよねって話になって、日本の中の雇用が失われちゃうんですよね。うん。まあ、そこが一番怖い。うん。まあ今の形で、まあそんなバカなって思う人もいるかもしれないんですけれども、で、そのバカなって思ってることが未来に起こりうる危機だよっていうのが、まあものすごい大事なポイントですね。例えば今アメリカのメーカーのアップルが iPhone を持ってますけれども、この iPhone っていうのは別にアメリカで作ってるわけではないと。まあ中国の本杯をまあ中国っていうかまあ台湾のメーカーの本杯が、中国に巨大な工場を持って、まあそこで主力工場にしてガンガン作ってますよという形なので、アップルの製品をみんな使ってる、きっとアメリカ製だなって思ってる人たちがもしもいたとしたら、いやいや、アメリカのアップルっていう会社はもう世界中で作ってますよと。まあ中国がしかも主力工場ですよ。それを世界中の人たちが使ってるんですよ。これが車においても同じようなことが起こり得ると。設計と製造は全く別。そしてシステム作りで一つ基本的なものを抑えてしまう。それが世界スタンダードへとつながるっていう形ですよね。で、その時に一番注意しなければならないのが、まあ先ほども述べたように、まあ Google であったり Apple であったり Amazon であったり、そういったいわゆるアメリカのメーカー。で、プラスアルファものすごく警戒しなければならないのが、アメリカのメーカーだったら私はまだいいんだけれども、その座に中国のメーカーがやってきた時がもうとんでもないことになるぞっていうところですよね。まあ今のところその気配っていうのは少しあります。少しありますって言うと変ですけど。で、なんでそういう少しあるかっていうとですね。まあこうやって一つの画面ずっと同じだったら、ちょっとこう。で、一体なぜそのようなことが言えるかっていうと、中国の今リチウム電池イオン、まあリチウム電池ですけれども、車載用のものに関しても中国メーカーがものすごく強くなってます。なので、自分たちがリチウムイオン電池を作って、それを元にして電気自動車を作る。まあ例えば BYD であったり、まあそういった中国のトップメーカーの人たちっていうのは自分たちが車載用の電池を作るし、そこからさらにもう電気自動車そのものについても完成品を作ってそれを世界に売り込むんだっていう考え方をしています。で、それにプラスアルファして、あの国において圧倒的に強いのがこのプライバシーの問題、人権問題に関しては圧倒的に他の国よりも有利な面があります。それはもうユーザーの気持ちがどうかよりもですね、それが商売としてこの先々中国にとって利益になるんだったらやっちまえっていうことがまあ進みやすい国なんですよね。だから中国においては今自動運転のテストなんかがもう大々的にものすごく進められていて、これはアメリカの Google であったり Apple が進めていた、もしくはテスラが進めているものよりも
走行時間については長くなっているし、また規模についても、これまた大規模になっていると言われています。だから私たちの知らないところで、もしかしたら Google か Apple かっていうものが世界を制するかもしれないと思っているんだけど、もしかしたらそれよりもはるかに危険な中国メーカーの車っていうのが世界を席巻するかもしれない。そういった危険性があります。この環境問題っていうのはそういうふうにして電気で何でもやりましょうよねっていう話のその先には、世界標準を誰が取るのか、例えばその電気を使うことによってその利益を得るのが誰になるのか、少なくともこのままだと日本メーカーがその座にはいないかもしれないっていう、そういったシナリオがあるわけです。もちろんヨーロッパがそのあたりものすごく食い込んでいるのは自分たち、特にドイツの場合だとフォルクスワーゲングループなんかもありますから、自分たちが新しいルールのもとに新しいビジネスを始めれば、いやいや、ここまではずっとアメリカや中国に負けていたけれども、ヨーロッパが復権できるかもしれないという、壮大な絵が、描かれているわけです。これが絵に描いた餅になるかどうかっていうのはわからないわけですけど、少なくともそこに日本が食い込んでいないぞっていうのが、もう政治的にものすごく心配なところです。ダズさん、始まってましたか？本当の CG 処理済みになってる。はい、というわけで、本日はもう完全に、もう顔がディズニーアニメ調になっております。はい。東信弘さんですかね。日本メーカーが電気自動車に力を入れないと輸出で売れなくなるので、生きていけなくなると思います。輸出でっていうか、このヨーロッパ市場は確実に失ってしまうだろうというのは言われてますよね。で、アメリカはアメリカで、さあ、現地生産の圧力がものすごく強いので、この後どうなるかなっていうのが心配ですよね。のこさん、スーパーチャットありがとうございます。野田明大です。ライブ嬉しいです。ありがとうございます。ということで。はい、ありがとうございます。ついさっきも話したことですけれども、ライブ放送することによって、チャンネル登録者数が減るっていうのはある程度もう自分の中では飲み込むようにして、そこら辺は気にせず、なんとかやっていこうかなって思っております。そうですね。電気自動車の電気をどうするかっていうのもこれまた問題なんですけれども、先ほども述べたように原発で使えば基本的には一番この CO2 っていう意味では良いと。で、フランスについては原発再開、新規の建設についてゴーサインを出しましたね。で、フランスはもともとこの原発に関しては特に拒否感がなくて、発電のその中心の柱として原発を据え置いていた国なので、原発をやめるんじゃなくて、今後も使い続けるという、判断をしました。そうなんですよ。これ原発を前提にしている話だったら、かなり、なんていうか、わからんでもないなっていう展開なんですけどね。で、一番の問題っていうのは、日本だと、この自然エネルギーをとにかく増やして、しかも原発は増やさず、そして、火力発電はもうどんどんやめなさいっていう形になってるので、不安定さがどんどんと進んでいくんですよね。太陽光発電を広げるっていうことは、もう天候不順が来た瞬間にもう日本経済に大打撃が来るみたいな、そんな展開しかないわけですからね。結構恐ろしいことです。で、中国は原子力発電は作りってますね。中国の場合だと、火力発電についても、基本的には原子力に置き換えていこうというのが基本政策にあるので、日本だと原発はもう作れない状況になってますけれど、中国はこれからも火力を原子力に入れ替えていく。そして原子力に入れ替えていく中国が何を目指しているかっていうと、この原子力を売り物にして、自分たちの、関係のいい国に対してこれからは、火力発電所っていうのを作るのが難しいんだから、中国の原子力発電所を買いなさいよ。この原子力発電所を建てるためのお金がないんだったら、
お金を貸してあげますよっていう形にして、お金を融通してあげると。で、単純に中国のお金を融通されただけだと別に中国に対しては、大して利益がないんだけど、現実問題としては、そのお金を貸すことによって何かを担保にしますよっていうのをセットにすれば、例えば港の運営権を100年ぐらいくださいねっていうようなものを担保にしておけば、ちょっとお金返せないんだけどって言った瞬間に、それだったらこの担保の方でもらいますんで問題ないですよっていうふうにすれば、中国にとっても実益を得ながら、そして自分たちの原発を世界各国に輸出することができると。今だったらちょっとなかなか見えない話ではありますけど、アフリカ大陸に原発、中国製の原発が建てられる日もそう遠くはないのかもしれないですね。基本的にこのアフリカ大陸に関しては中国はものすごく自分たちが根を張ろうとしてますから、そういった意味ではこの CO2 をなるべく減らしていきましょうの先にあるこの中国戦略っていうのは無視できないですね。そうですね、この核融合の話はもちろん私はいずれはっていうか最終目標地点としては核融合発電っていうのは目指すべきだと考えているんですけど、じゃあ今すぐチェンジできるかっていうとそういうわけではないので、そこがちょっと難しいところですよね。核融合発電の話をすると、いやいやそんなのもう夢物語だよっていう、そう言われる方もたくさんいるんですけれども、でも最終目標として何を見据えていくかっていうのはものすごく大事です。例えばもう日本の発電はすべて太陽光と風力発電で 50% ぐらいで取りますみたいな話をしたらとんでもない話ですけど、逆にそのようなちょっと無謀なものじゃなくて、今ある原子力はいずれ核融合に切り替わっていくことを目指して、その間のつなぎのものを何とかしましょうとか、そういう現実との折り合いをどうつけるかっていうのが大事ですね。夢の原発。夢の原発。核融合は基本的に原発って呼ぶわけではないので、核融合っていうのは今はまだその研究段階なので実用レベルではないんですよね。常温核融合の詐欺騒動で拒否反応を示す人もいそうですね。常温核融合は私はさすがに無理だろうと思うんですけど、できたとかいう人が時々現れますからね。で、核融合の話について言うと、ベンチャー系のものだと、話半分ぐらいでもいいかなと思うんですけど、伝統的な大企業である、例えばアメリカの GE みたいなところも、いや、2030年より前に、ある程度の核融合は実現できるんじゃないとか、そういった話はしますからね。なので、日本の場合だと、今ある大型原発が、廃炉しますよってなったら、じゃあその次何で置き換えるのっていう話をした時に、私はいや大型じゃなくって取り扱いしやすい、日本だと地震とかの問題もあるんだから、ある程度規模の小さめの原発、小型原発っていうのをつなぎとして置き換えればいいんじゃないのっていうのが、私はこれが現実的な案だと思いますね。もちろん大型原発を廃炉したときに、代替となる大型原発を作ればいいっていう手もあるかもしれないんですけど、反対意見っていうのがちょっと大きすぎるかなと思うので、それなので、高木久美子さんが書いてますけど、コンパクトな原発、そうなんです。一つ一つについては、ある程度、規模は小さくなる。で、その規模を小さくすることによって、何か事故が起こりづらい形になるんですよね。基本的にはですね、設計思想がどんどんと新しくなっていって、安全性については上がっていると考えた方がいいです。原発については。福島で事故が起こったのも結局のところ、かなり初期というか、もう50年、60年とかそういったものすごく昔の基本設計を元にして作ったものなので、そういった意味ではもう古いものについては順次廃炉にしていって、新しい
原発に置き換えていく。そして大型原発よりはなるべく取り扱いしやすく事故の、危険性が少ないものへと置き換えていくっていうのがいいんじゃないかなと。で、そうやっているうちに多分30年とか40年とか時間は年月として経つので、その間に核融合発電についての研究をずっと進めていけば、ある程度見えてくるだろうというふうに思いますね。基本的には核融合発電がもう商業レベルで成功してしまえば、原発は過去のエネルギーとして封印できるんじゃないかなと私は思ってますね。ともさん、発電設備は地上に作れって言ってるのに、いや、地下だと取り合わずにねじ込んできた GE の責任。初期の頃は、結局のところ、いろんなところに不具合というか考え方の至らなさっていうのがあって、それが最終的には一番悪い形になっちゃったってところですよね。チャロスさん、原子炉も核融合炉もお湯沸かしてタービン回して発電する。素朴だな。そうですね。基本的には、その基本構造それ自体は全く未来においてもまだ変わらないと言われてますね。なんとかエネルギーをそのまま変換するっていう技術があれば、もちろんそれに越したことはないんですけれども、多分そこはちょっと今のところは見えてないかなと。ものすごい何か天才的な人が現れて、もう熱エネルギーを即電力に変えますよみたいなエネルギー変換何かを作ったりなんかしたら、ちょっと話は別なんですけれども、なかなかそういったものは今の科学ではとパッとは出てこないですよね。新藤真希さん、お部屋は上川さんの部屋ですか？お久しぶりです。はい、お久しぶりです。はい、こちら私の部屋になっております。で、後ろに、いろんなものが映ってますけれど、これは私の部屋なので、基本的に全部私のものでございます。地熱発電も少しずつ推進したいね。そうですね。日本だと、この地熱発電がなかなか進んでないんですけれども、どこだったかな、グリーンランドだったかな、そういうちょっと北の国っていうかヨーロッパの北の方の国だと火山みたいなのはたくさんあって人口的にもそれほどないっていう国だと、もう地熱発電だけでほとんど賄っているようなそういった地域もあるそうです。日本だとなかなか難しいんですけれど、少しずつ取り入れるんだったら太陽光発電より私はよほど地熱発電に力を入れてほしいなと思ってます。ももくり3年さん、上川さん、皆さんこんにちは。こんにちは。ご無沙汰しております。ただいま何かとバタバタ中です。生放送間に合ってよかった。また外出しますということで。はい、いってらっしゃいませ。ね。なるほど。ヒロさんありがとうございます。グリーンランドじゃなくてアイスランドではということなので、ありがとうございます。ランドはランドでもグリーンじゃなくてアイスだよということですね。ありがとうございます。そう、辺りっていうイメージはあるけれど、どこだったかなっていうのが曖昧でしたね。はい。よいしょ。というわけで、だらだらとお話をしましたが、基本的にはこの COP26 っていうのはヨーロッパにとって自分たちが一番有利なルールを作ってやろうぞっていうのを今ゴリゴリに推してるところなので、いかにして話を飲んだよと思わせつつも、日本の国益を守るかっていうところですよね。もう言いなりになったら本当にルールが全てヨーロッパ基準になってしまってボッコボコにやられる可能性があるんですよね。日本だと特に自動車産業については何としても生き残ってもらわないと、関連雇用だけで400万人とかそのぐらいいたはずですからね。もうこの人たちが全部仕事なくなってしまうととんでもないことでございます。で、環境問題で同じく話をするときに CO2 と同時にですね、メタンの話なんかも出てきます。で、メタンは一体どこから出るのってなったときに、実際の、排出源として、よく気をつけなければならないって言われているのがですね、牛のゲップでございます。
で、牛のゲップがいっぱい出るよっていうことから、もう牛肉については少しずつやめた方がいいんじゃないのっていうのもこれまた出てきているお話です。で、ここ最近皆さん、スーパーに買い物に行ったら、大豆ミート、もしくは、植物何々で作ったお肉風味のものですよっていうのが少しずつ、スーパーの棚に並んできてるっていうのを見かける方もいるはずです。で、それはなんでかっていうと、牛肉が良いとされていた時代から牛肉やめた方がいいんじゃないっていう方向のもう一つの考え方が少しずつ増えてきたからです。これは最初の問題としては環境じゃなくて、まず健康問題ですよね。肉をやめてなるべく植物性のもので済ませようっていう人たちがまず最初にいたんですけれども、その人たちに合流する形で、いや、肉食やばいんじゃないの、環境問題的にっていう人たちがですね、少しずつ参加することによって、植物性肉っていうのが今、脚光を浴びるようになってきました。中村さん、豚は OK っていうことなんですけど、メタンを出すかどうかっていう意味で言うと、まず牛ですね。豚ではなくて。そういった意味では、牛が迫害されて豚が OK になるっていう、そういった話もあります。もちろん。でも全体的に言うともう肉そのものについてなんか攻撃する人たちがですね、どんどんと私増えてるっていうのをちょっと思って、で、逆になんでそんなことを感じるかっていうと、代替肉と呼ばれるそうした本物の肉じゃなくって植物性の何かから作ったお肉っていうのがですね、会社としてビジネスとして注目されるってことがだんだん増えてるんですよね。で、そういった会社が売り上げを伸ばすっていうことは、みんなも実際の肉じゃなくて大豆ミートやもしくは大豆以外の様々な食品から植物から作ったお肉っぽいものを食べる量が確実に増えてるんだなって。そうですね。ガンモドキも代替肉そうです。はい。昔はそうですね。はい。ホリエモンは野菜を食べろって言うと元気のするからビーガンはないけない。そういうこともありますね。はい。大豆は畑のお肉です。はい、そうです。キャットウェルカミングさん、牛のゲップがそんな破壊力あるなんてっていうことなんですけど、メタンは結局のところ量的に言うと、もしも CO2 とメタンが同量あるとしたら、メタンの方が環境、破壊度的にはメタンの方が強烈だというふうに言われています。なので、そんなメタンをいっぱい出すんだったら、牛さんはなるべく減らした方がいいでしょうっていうのが、これがまた少しずつ力を持ってきております。だからもしかしたら10年後経ったらこの話っていうのはものすごい強力になって、この畜産業をもう本当に根底から変えているかもしれません。で、ちなみにですね、日本だとこの大豆をお肉みたいにして食べるっていうのは別にそんなに違和感ないっていうこともあるので、非常に転換はしやすいかもしれないです。ただ日本だとですね、この大豆を、どこから取ってるかっていうと、アメリカから輸入してるものが結構大きいので、もしかしたらその自給率的には良くないかもしれない。ただ牛を育てる時の飼料もアメリカから輸入してるので、どっちもどっちっていう、厳しいですな。なので今お肉美味しいなって言ってられるのももしかしたら今のうちだけかもしれないと。もう10年20年経ったら、お前肉を食ってるのかよっていうなんかものすごい動物愛護団体から石投げられるような時代になるかもしれないっていうね。ちなみにですね、今日本でもお肉の値段が上がってるんですけれども、こんなに肉についてやばいんじゃないのっていう話をした後なんですけれど、今、中国を中心としてこれまであんまり肉を食べていなかった国がめっちゃ肉を食べるようになって、中国が爆買いしておりまして、肉の需要をどんどんと、奪っております。で、ものすごく需要が増える国があるとどうしてもですね、
値段が高くてもいいからうちの国に持ってこいよっていう話が強力になりすぎて、中国行きの肉がどんどんとコンテナに詰め込まれて、で、一方で日本のメーカー、商社が買おうとすると、いやいや、あっちの方が高く買ってくれるんだから中国行きになりますよって言われて、ってね。そんな話になってしまいます。そんなこともあって日本行きのお肉が、ちょっと高めになっているっていう、そんなことがあります。なのでですね、以前だと、アメリカ産であるとか南米産であるとかオーストラリア産のお肉っていうのが日本に入ってくると、国産牛よりも安いですよねっていう言われて、店頭に並んでたんですけれども、最近だと、あれ、アメリカのお肉にしても、オーストラリア産の肉にしても、あれ、国産牛と大して値段変わらないんじゃないの？そして国産牛についても値上がりしてるんじゃないのっていう話で、なんか全体的に物の値段が上がってるっていうね。そんなことにもなっております。だから生活が厳しくなるという意味では超大変。で、用意したニュースは、そんな話じゃなくて、これはですね、南米のアマゾンで今少しずつ牛の放牧地域が広がっていて、そしてアマゾンの原生林がどんどんと切り開かれているっていうことが現実に起きています。で、それを見て、ヨーロッパなんかだと、いやいや原生林守れよ、アマゾンっていうのは、日本じゃねえや、世界にとって非常に重要な大気の循環を促す自然の、源なんだ。そんなところをどんどんと切り開いて牛を離して、そして牛を離しただけではなくて、野焼きしてボンバン焼き払ってどうすんだよって、ツッコミなんかが起こってると。で、ところが現地に行ってみると別に好きで、原生林開発してるわけじゃなくって、この土地を広げるために貧しい人たちがもう野焼きをしてるし、木を切り倒してるしっていうことなので、どっちかっていうと、強欲というよりは環境なんか気にしないよ、俺たちは明日の飯が食いたいんだっていう人たちが、原生林の木を切って売って、そして、そこに牛を放してでっていうようなことをどんどんと繰り返していると。なのですぐにやめろって言われても、あんまりやめることは無理なんじゃないっていうそういった記事が流れております。環境破壊と、貧困の負の連鎖っていうのが今ブラジルではものすごく展開していると。貧しい人たちは少しでも農耕地を広げようとして田畑を作りたい。そして田畑を作る前の段階として土地を買うのが難しいと。で、土地を買うのが難しい人たちが何をやってるかっていうと、牛を放してその土地を自分たちが使ってますよっていう実績を作った上で排除されないようにするっていう、そういった仕組みなんだそうです。日本だとその土地の占有なんかは結局その土地を持ってる人がまず大丈夫なんですけど、南米のこのブラジルにおいては土地の権利者っていうのがいたとしても、その土地をずっと1年とか2年とか継続的に使っている人が現れて、それが見過ごされて実績として残ってしまうと、出ていけとは言いづらい、そういった法律なんだそうです。で、貧しい人たちはこの法律の盲点をついて野焼きをして、そして牛が食べるための牧草の種をまいて、そして牧草が出てきてきたら牛を放して、いや、ここは私がもう1年、牛を放してずっと使っていた土地なんですよ、だから使わせてくださいっていう形で占拠してしまうと。で、お隣さんがそんなことをやると、それを見たお隣さんが、そんな手があるんだったら私も同じことやって土地を広げようみたいなね、そんな話もしております。で、この人たちの後ろには当然ですね、そんな牛であったり、そんな牧草地を、奨励している開発業者っていうのは基本的にはいるんですよね。何しろそういった牛をもしも誰も買ってくれなければやらないわけなので、こういったところでも、自分たちの手を汚さずに、開発業者の人たちはそういう手があるんだよっていう話を吹き込むだけで、そういった人たちが動いて牛を育てて、でその牛をよしよし、じゃあうちが買ってあげるよみたいな話が後ろには広がってると。
で、そういった人たちは別に自分たちが手を汚しているわけではないので、そういった人たちはまあ捕まらないという話ですよね。ポチッと。まあといったわけで COP26 っていうのはものすごく落とし穴があっちこっちあって、で、日本にとってまあ気をつけなければならない話も、これまためちゃめちゃいっぱいありますよと。もうこの話、ヨーロッパ基準で全部ルールが作られてしまうと、日本にとってはものすごい不利ですという話でございました。さて、それでは、続きまして、そうそう、自公政権の話をしましょうかね。今回コミュニティで書き込みを募集したら、やっぱり、ここ最近の政治状況を物申したいっていう方が、まあ、たくさんおられました。加藤正隆さんの書き込み見ていきましょうかね。ちょっと関連の書き込みがいっぱいあったと思うので、一度に、何件か皆さんの書き込みをご紹介しようかなと思います。まずは、加藤さんの書き込みからご紹介。上川さん、こんにちは。話題の件ですが、岸田首相が安倍政権の看板政策を進めた4つの部署を廃止したことについて、自民党の内部分裂の可能性等、どのように思われますか？あと、話題は全く変わりますが、武蔵野市の外国人住民投票を認める条例案を議会提出しようとしている県の問題点等へのご意見を伺えればと思います。よろしくお願いします。はい、加藤さんありがとうございます。なので、まず前半の部分で岸田総理の話と、で、その後の後半の武蔵野市の話についてはちょっとこの後にしようと思います。まずは自公政権の話からある程度皆さんにご紹介しようかなと思います。エリエリさんの書き込みご紹介します。18歳以下に10万のあれ、納得いかない。静岡知事、新内閣メンツ、いろいろもやもやしてます。無免許の女議員、出席させるなってことになったっぽいけど、絶対やめさせろって思う。安倍さんは帰り道に台湾行くかな？安倍さんの周りと岸田さんの周りの動き、どんなことが言えますか？生放送は聞けるかわからないけど、とりあえず元気そうでよかったです。というわけで、エリエルさん書き込みありがとうございます。自公政権の進めているこの18歳以下に10万円のお金の給付の話ですね。ここに納得いかないという方はたくさんいると思います。で、その後、新内閣のメンツについていても、茂木幹事長、そして林外相のこのタッグ、そして岸田総理、この3つの、関係からいて、対中シフト、ものすごく融和的になるんじゃないのっていう、危険性を感じる、プンプンと感じるところでございます。そして安倍さんが帰り道に台湾行くかなという話なんですけど、安倍さんはですね、今は現役の総理大臣ではないですから、今こそ台湾に行くべきだっていう話が出ております。もちろん私もそう思いますね。よいしょ。弟さんはもう行ったはずなので、行ったかなっていう話もあるので、行ってもらいましょう。で、武蔵野市の話はミスター DC ゴワールさんも書かれているので、ちょっとこの後自公政権の話をした後に行おうと思います。兵庫加古さんの書き込みご紹介します。明日参加できませんがアーカイブで見させていただきます。上川さんにお聞きしたいのはこの度の給付金のことです。公明党のやり方に納得いきません。そして選挙前に成長戦略会議を廃止して竹中平蔵氏を退けたのにデジタル田園都市国家構想実現会議を作り竹中氏をまたこの中に入れています。自民党に不信感が募ります。どうおこうですか？というわけでこちらも自公政権に問題ありということで兵庫加古さんも書かれております。まだまだ、自公政権の話は出てきますよ。次は桜島俊さんの書き込みをご紹介。上川さん、お久しぶりのライブよろしくお願いします。岸田総理大臣ですが、自民党が大多数にもかかわらず、公明党の言いなりのいい加減な支援金支給、新C国の外務大臣、幹事長、みんながなぜ自民党を選んだのか分かっていません。憲法改正も維新に言われても腰が重い。財務省の都合の良いただ総理大臣になりたかっただけの人としか思えません。なんとかなりませんか？
なんとかなりませんかって言われると、ちょっと今すぐは無理なんですけれど、問題点を指摘してみんなで共有して、さあ、どうするのっていうところで、やっぱりね、少しずつみんなで文句を言うっていう行動をしていくしかないと。結構ですね、以前と比べると、今の方が SNS の力っていうのは増していると私は思っていて、国会議員の人たちが週刊誌の報道をもとにして国会で質問するなんていうのがよくあることなんですけど、最近だと SNS でものすごく話題になったものをですね、国会議員も、いや、SNS でこれめちゃくちゃみんなが騒いでるけどどうなってんだろうかなっていうところで影響を受けている節は少しずつ多くなってます。なので問題点がありますよっていうのをみんなで共有して、それを SNS で拡散して自分も発信するし、誰かの発信したものを自分も回すしっていうものを繰り返しているだけでも少しずつ政権に対して、いやいや今の状況とってもじゃないけどいいものと言えないよっていうね、悪いんだよっていうことをですね、態度として言動として表明していくっていうのが大事なことになってきております。新藤真紀さんの書き込みも、こちらも自民党、公明党政権についての書き込みですね。公明党の打ち出している18歳以下に10万円給付もなぜ18歳以下なんだと思います。ただのばらまきにしか思えないです。ということで、こちらも給付金の話でございます。田口さんも、こちらも自公政権の方ですね。上川さん、こんばんは。久々のライブですね。皆さん待ち望んでいたと思います。衆議院選挙や岸田政権、林外相についてなどいろいろありますが、私以外にも気になる方が多いと思うカッパ園長とのコラボライブについて、上川さんは受ける方向でしょうか。園長とは考え方も違う部分はあると思いますが、お互い、そして園児や上川ファンにも新たな発見があるかもしれないので、ぜひともコラボライブしてほしいです。期待しています。ということで、田口さんも、自公政権の話について突っ込みどころあるよって話と、あとは園長さんとのコラボの話ですね。今回私がコラボの話ちょっとしましたけれども、準備として、こんなんなってますよっていう、これが一応コラボの準備として、何しろ実写と、園長さんの犬の格好では釣り合いが取れないので、一応準備は進めております。という具合にしてですね、皆さんこの自公政権に問題ありっていうことは、皆さん感じておられると思います。で、私の考えとしては、まずそもそも論として、公明党を切りなさいっていうのがまず第一の前提です。で、公明党を切るっていうのが大事なのはなぜなのかって言われたら、もうそれは単純にあまりにも公明党に引っ張られすぎていて、政策がもう明らかにおかしな方向に走ってますよと。で、この明らかにおかしな方向に政策が飛んでいることのその責任っていうのがですね、じゃあ公明党に来るかっていうとそうじゃないと。今の政権おかしなことでやってるぞっていう話になったら、その批判っていうのは自民党にやってくるわけです。それで果たして自民党大丈夫なのっていう話ですよね。何の得にもなってませんよっていうね。もちろん自民党の中の人たちに言わせたら、いやいや公明党さんがいないと選挙で勝てないんですよっていう人たち、たくさんいると思うんですよ。そんなので負けるようだったら、それはもう負けてくださいというのが私の考え方です、基本的に。でも負けたとしても、自民党政権が続けられる道さえ確保できたら、それでいいんじゃないっていう考え方ですよね。例えば自民党と公明党が連立を切って、自民党の議席が40議席ぐらいバフーンと減ってしまいましたと。でなった時に、じゃあ単独政権として考えた時に、確かに厳しくなるかもしれないけど、じゃあ他の野党政権できるのって言われたら私はできないと思うんですよ。例えば公明党と
立憲共産が組んで政権作るんですかってなったら、これ多分ありえない組み合わせだと思うので、そうなったら結局のところ、連立ではなくてあくまでも政策ごとに話し合いましょうねっていう形で自民党が政権として残ると思うので、私はそういう形でいいんじゃないかなと思いますね。で、今回の10万円給付に関して言うと、私は基本的にはもう突っ込みどころもうたくさんすぎて、もうちょっとどっから突っ込めばいいかもよくわからないぐらいになってきています。例えばクーポン券5万円用意しましょうねみたいな話は、クーポン5万ってなんだよっていう、もうこれもうどうしようもない話ですよね。現金給付で考えていたものがクーポンに切り替わった途端に、あっという間に何が問題になるかっていうと、印刷代とかそういう誰に発注するの業者がとかいう無駄なお金がどんどんと増えるんですよね。事務経費が。やるんだったら基本的にはお金で一本化した上でやった方がいいし、クーポンにやるっていうんだったらそれは紙じゃない方がいいんですよ、絶対。とかね。基本的にその何もかもがなんかどんどんおかしくなってる。で、所得制限について言っても960万円ですよっていうのが出てきたんですけれども、貧困対策としてやるんだったら年収160万円っていう基準何なのって話になるわけですね。今の日本のその労働者の平均年収は確か440万ぐらいだったかな。確か400万円台だったと思うので、その倍額のところに年収制限かけてって、いや、それ、どういう意味なのっていうね。例えば消費喚起のためにお金配りますよって言うんだったらもう別にみんなでも構わんわけですし、で、貧困対策ですよって言うんだったら、その基準は高すぎるし、で、配る対象も子供にって言った瞬間、いや、子供のいない困ってる人たちどうすればいいのっていう、もうとにかく突っ込みどころがあっちこっちあって、で、こんな案になってしまったのは結局のところ公明党に話が引っ張られたからだっていうのがあって、もともと自民党案がじゃあすごく優れていたかっていうと別にそういったわけではないんですけれども、それに輪をかけてダメにしてしまったのが公明党なのは事実なんですよね。もうとにかくどっちかに振り切らないとダメだったんですよ。もう貧困対策なら貧困対策ですよって言い切った上で、じゃあ貧困対策なんだから年収的にはもう、平均年収以下の人たちですよね。400万円よりも低い人たちを中心にして、出しましょうっていうところでいいんですよ。で、景気対策で言うんだったらもうみんなに一律にバッと配った上で、年収1000万以上の人たちからは10万円分後でちょっと税金で引かせていただきますねみたいな後徴収みたいな形にするという形にすればいいと。とにかくなんか貧困対策なのか景気対策なのかどっちなのみたいな、よくわからない、でもよくわからないんだけどお金かけてますみたいな形なので、使ったお金が全体的に何の効果になったかもよくわかんないよっていう、ものすごくうやむやに巨額のお金が起きるっていうね。本当にダメな政策です。で、高橋さんはこの件に関してできない高橋さんが出てくるのは、私は高橋さん推しだからっていう話なんですけど、高市氏10万円給付、非常に不公平が起きてしまうと、11月13日、記事になっております。よいしょ。じゃあちょっと高橋さんの発言どんなものだったかご紹介しましょう。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。公明党が合意した18歳以下の子供を対象にした10万円相当の給付について、自民党の高市早苗政調会長は12日のインターネット番組で、共働き家庭でそれぞれが960万円ぐらい稼いでいたらすごい金額になる。個人の収入だと非常に不公平が起きてしまうと語った。10万円相当の給付をめぐっては、所得制限について児童手当に準じ、親の年収が960万円以上の子供を対象から除くことで合意。
岸田文雄首相は同日、記者団に世帯主の年収で給付を判断すると説明。例えば、夫婦で800万円ずつの年収計1600万円の世帯でも給付の対象になるか問われ、世帯主ごとの収入で判断する対象になりますと述べた。これに関連し、高市氏は財務省がまとめているペーパーにも世帯という書き方をしている。共働きのご家庭が多い現状だと指摘。週明けの自民党内で政策を議論する会議で、そこのところは意見が出てくると思うと述べ、今回の所得制限のあり方に異論が出る可能性を述べた。まあ、といった具合にして、高市さんは今回の案に対しては非常に問題ありだよという、まあ私もとっても賛同できる意見を、述べられております。で、結局のところですね、政権としてどんな政策になるかっていうのを現段階では最終決定はまだしていないはずなので、少なくとも現段階では議論の定義として、いや、ここ問題ですよっていうことは、私は別に問題ないと思っています。まあそういった意味では高市さんがこの現在の案には、ものすごく問題ありますよっていうことを言って、これを元にして少しでも修正がかかれば、まあいいと思うんですけどね。ただし、気をつけなければならないのは、じゃあ高市さんが自民党の全ての意思かって言われると残念ながらそうなってないっていうところが今の自民党の問題と。まあ岸田総理がこの高市さんの意見を受けて、まあどれだけ重用してくれるかなっていうことですよね。全くもう、いやそんな関係ねえよっていう話になって、公明党案を丸飲みしてしまうようなものになってしまったら、ああ、岸田総理ダメじゃんっていう話が、特に政治に詳しくない人でも、まあ、より印象深く残ってしまうというところですよね。まあ、基本的に今回の人事の話からすると、茂木幹事長と林外相が揃ったところで、日本国内の話というか、中国との関係においても、今の岸田総理っていうのは、ものすごくこの後不安だなっていう組閣人事になりましたと。で、一方、じゃあ国内でちゃんとしっかりしてくれるのかなっていう、ここも、今回の10万円給付案に対しては、公明党にめっちゃくちゃ引っ張られてむちゃくちゃな案でまとまりそうだなっていうのが見えてきている段階で、国内政治に関してもすでにちょっとこれ問題ありそうだなっていうのをまあ印象深くなりそうだなっていう状況になってるんですよね。まあ基本的には何を実行するかっていうのが大事なんですけど、その実行するのがまさにダメダメ政策でスタートしようとしているっていうね。まあこの後、まあ参院選っていうのにだんだん準備を進めていくっていう話になると思うんですけど、まあ岸田総理がまあ国内経済的に言ってもなんかおかしなことやってますよ。で、外交においても中国に対してなんかおかしなことになってますよっていう、いわゆる外も中もむちゃくちゃですよっていう話になろうとするんだったら、まあ当然のことですけど、次の選挙の時には、まあめちゃくちゃ叩かれるだろうって思いますね。きっとな。まあ、というわけで、基本的に今の岸田総理はものすごくいろいろ問題点を抱えております。で、同じ話で言うと、まあ安倍政権の進めてきたいろいろ戦略会議といったような、まあ経済政策のまあ仕組みについて言っても、いや自分としてはこう変えたいんだよっていう、いわゆる独自カラーを出そうとして、今までのものをやめて新しく作りましたよっていう、そういったものが出てきているんですけど、これらに関しても結局のところ、まあ、岸田色を出したいがために良くなるんだったらいいんだけど、これ良くなるのっていうその疑問符がつくようなことをしてるんですよね。ここもまた、まあ要注意で、私は基本的にはまあ何をやるかという意味で言うと、ちょっと暗雲が垂れ込めてるけれども何を打ち出すかっていうところを、まあ一応そこを見てから評価はするんですけど、今の段階だと不安しかないっていう。だからつい最近世論調査が行われて、この岸田総理に対する世論調査としては支持率が微妙に上がったよみたいなものが出てきてるんですけども、私としてはもう気分的にはもうだだ下がりでございます。だからダメだっていう言い方はしちゃいけないけれども、
自民党の悪い方のメンバーが、政権というか権力側の多くなってしまったなっていうのはちょっと感じますよね。まあ自民党総裁選で高市さんが勝ってやればもうちょっとなっていうね。もうちょっといい方向に行っただろうにっていうのはちょっと悔しいところでございます。うん。というわけで、続き、まあ、自公政権に関しては私は公明党は切るべきだと考えているし、そして今の自民党政権に関しても、岸田総理はものすごく不安しかないことになってますと。まあね、この気持ちを皆さんと共有できたらいいかなと思いますけれども。まああとは具体的に何をするかによって、その評価っていうのはまあこれから手のひら返しをするようないいことになればいいんですけれども、ならなければ単純に私は批判の声が強くなっていくだけです。はい。さて、ということで皆さんからの書き込みではこの自公政権の話と一緒に、まあセットとして、出てきていることの多かったのが、こちらですね。よいしょ。よいしょ。外国籍にも日本国籍住民と同じ投票権の条例を提案、東京武蔵野市という、こちらのニュースのことを気になられているよという方が多かったので、こちらの記事をご紹介しようと思います。まずは何が起こっているかは、読み上げソフトを使います。松下玲子市長。東京都武蔵野市の松下玲子市長は12日、外国籍の住民にも開かれた住民投票条例案を市議会に提案すると発表した。投票資格者について条例案では市の住民基本台帳に3ヶ月以上続けて登録されているものとしている。外国籍住民を投票者に含める住民投票条例があるのは全国で40自治体ほどあるが、武蔵野市によると日本での在留期間に条件をつけず日本国籍住民と同条件で投票権を認める条例は全国的にも珍しいという。条例案では18歳以上の住民のうち市内に3ヶ月以上住んでいる人に住民投票権を認める。外国籍住民も同様で、技能実習生や留学生も含むとしている。投票資格者総数の4分の1以上の署名があれば、住民投票の実施を市長に請求できる。投票資格者数の2分の1以上の投票で成立し、市長と議会は結果を尊重するよう求める内容だ。19日に始まる市議会に提案し、可決成立すれば来年度中に施行される。松下市長はこの日の記者会見で条例案について意見交換会など市民参加を進めてきた中で外国籍住民を除くことはしていない。住民投票制度についても国籍で分ける理由はないと上程の説明をした。というわけでこちらが、武蔵野市の問題というのがツイッターのトレンドワードとしてグイーンと上がってきていたので、まあそれを受けても、まあ、皆さんも気になるところだと思います。さて、この問題なんですけれど、まず、条例を提案という段階なので、まずこれが可決されましたよ、スタートしましたよっていうお知らせではありません。これからですよっていうところがポイントなので、やはりこの問題に対して、これは止めなければならないって思っている方も、ぜひとも SNS 等を始められて、自分自身これに対してこう思ってますよっていうのを発信する。もしくは誰かが発信しているのをリツイートする。もしくは自分で、こう思ってますよっていうのをブログに書いて、なるべくみんなに見てもらうといった、そういった行動をぜひともしていただいて、声を広げるのが大事かなと思っております。で、あとはここの気をつけなければならないポイントっていうのは、まず住民投票ですよっていうのがポイントですね。この住民投票ですよっていうのがちゃんと書いてあるんですけど、中には、外国人参政権をスタートさせるんだぞっていう、受け取ってしまった方がおられるんですけど、そこはちょっと勘違いで、今回の話っていうのは、市議会議員であるとか市長さんを選ぶ、その投票権が得られるわけではありません。住民投票で何かを議題にしてみんなで話し合って賛成か反対かみたいなのを決めるときに投票権が発生すると。
イメージとしては、大阪都知事構想、大阪都構想っていうのをもしも、やろうとしたときに、住民は賛成ですか反対ですかっていうのをみんなに聞いて、その時に外国人の人たちも投票権が得られるかどうかっていうことですね。なので、例えば、この武蔵野市で外国人の人たちにとって何か、有利になるようなものであるとか、そういったものを話し合ったときに、これまでは日本国籍の人たちだけで話し合っていたのが、外国人の人たちが投票することによって影響をもたらす可能性が出てくるわけです。という具合にして、これ自体についてはそれほど、すぐさま脅威になるというわけではないわけです。じゃあそこで話が終わりなのかっていうとそうじゃないと。みんなが気にしてるのは何々なのかっていうと、ここをスタート地点にして自分たちの権利拡大のスタートにすると。何々ができて問題がなかったんだから、これ以上進めても何も問題ないでしょっていう話ですよね。例えばこの話で言うと、外国籍住民を投票者に含める住民投票条例があるのは全国で40自治体。つまり、ここが一番最初ではないわけです。逆に言えば、40自治体でもうありますよ。だから41個目とか42個目になるのに何が問題なんですかっていう形にして、つまり自分たちの権利拡大のその一歩一歩進めている状態ということですね。だから、これが問題だと思う人は、これが41、42、43、44、45、46といって、50、60、70とどんどん増えていけば、当然のようにその先に待っているのは、外国人参政権のような、より大きな権利を得ようと思った時の土台として、いや、日本では住民投票条例っていうのが、何十、何百と、もう認められてますよっていうのを土台にして、さらにもう一歩先の話を進めてしまうと。これは、今、双雲教さんが書いてますけれども、サラミ戦略、いわゆる中国が使っている一つずつ、少しずつでも確実に自分たちの目指している方向に進めていくっていう話ですよね。そういった意味において、この住民投票条例に外国人の人たちも含めてしまうっていうのは、一見それ自体では大きな問題には見えないんだけど、結局のところ積み重ねによってより危険なものに近づいていっているよっていうことですよね。なので止められるものであれば少しずつでもいいから止められる段階で止めていかないと、どんどんこれが40自治体からさらに100自治体、200自治体へと進んでいけば、もう止められなくなってしまうってことになってしまうと。なので止められるうちに止めようと思ったら、もう今のうちから、なるべくインターネット上だけでも声を上げればいいし、そして実際にこの武蔵野市に住んでいる人であれば、この武蔵野市議会議員の人たちとの関係を通じて、市長のやっていることに対して、こういった問題があるんだから、いずれ外国人参政権、特に地方参政権について認めるような方向になってしまう、その前の段階だから、これはやめといた方がいいですよっていう、いわゆる理論立てた上で反対を進めていくのが一番いいんじゃないかなと思いますね。よいしょ。で、こういった人たちは結局のところ、自分たちの権利を拡大するためには、自分たちの利益になるか推し進めていくと。で、それを受ける日本側の方、日本人の人たちの方だと、その危機感が非常に乏しいことが多くって、ここぐらいだったらいいかなって思ったものを、その場で判断してしまうと、それが後になって、ものすごい、後になって効いてきてしまうっていうのを、想像がつかないっていうね。自分たちが見ているものと相手が見ているものにものすごく差が大きいので気づかないんですよね。サイレントインベンションといって静かなる侵略と呼ばれるようなもういったものっていうのは結局のところ
少しずつ自分たちの権利拡大していく方向は、見据えているものがずっと遠くにあって、その手前のものからまず始めていくと。で、その手前のものっていうのは一見してそんなに問題なさそうなものに見えるから、まあ日本人が飲みやすいっていうね。で、それが積み重なっていくとある時、あれ全然これ押し返せないぞっていう事態になってしまうわけですね。まあなので、この話というのは、まあみんなが気にするのもまあ仕方ない話ですよね。そして自分のできる範囲で、まあ反対意見を述べるっていうのが大事だと思います。ポチッとな。よいしょ。というわけで、まあ、自公政権とそれに関連してなんですけど、まあ、この武蔵野市は自公政権というのは関係ないわけなんですけれども、結局今の自公政権でも、公明党にしても自民党の中に親中派の人たちにしてみても、中には地方参政権を認めるべきだ。そして外国人参政権、その地方政権、地方参政権をさらに上の部分、国政選挙の参政権についてもって考える人たちはいますからね。地方参政権の場合だと、市区町村の話なんですけど、国政選挙になったら国会議員ですからね。もうここまで来たら、まあ、人口爆弾っていうのが超強力な武器になるっていう話なので、そのあたりについて外国人参政権は私は絶対認めるべきじゃないと思うんですけれども、どうもそのあたり、まあ自民党の中ですら外国人参政権について前向きな人たちがいるっていうのはちょっと信じられない話ですよね。まあそこのあたりちょっと排除していかない限り、自民党っていうのは結局のところ中に親中派がいるしなーって言われちゃう党なんですよね。77ヒロさん、これが多様性だと思ってるんでしょ。まあそうですね。多様性っていう言葉っていうのは、まあ確かにまあ受け入れるべきところは確かにあるんですよ。うん。あるんですけど、だからといって、何でもかんでも、じゃあ受け入れて相手方の言うことを聞くのかっていうと、まあそうではないんだけど、なぜか日本だと多様性っていう言葉を掲げられると、なんか相手の言うことを全部受け入れて日本の方が全て変えますなんていう方向になってしまうのが、これがおかしなところですよね。ちゃんと多様性っていうのは認めつつも、相手との折り合いをつけていくのが大事なので、折り合いをつけずになぜか自分の方というか、日本側の方が圧倒的に全てを譲歩してしまうっていうよくわかんないことになっちゃうんですよね。まあといったわけで、まあそこかしこにいろいろな問題が起こっております。まあ国政選挙、そしてまあ政府のレベルでも問題があるし、地方のレベルにおいても、今だと全国ニュースになったから武蔵野市のことをみんなが知ったよって状態なんですけど、これをみんなが知らない、つまりニュースで流れなかったら、武蔵野市の人しか知らない状態で話が進んでいきますからね。というわけで、ある程度、皆さんの書き込みは、よいしょ。あとは政治ネタから離れて、旅好き和夫さんの書き込みをご紹介しましょう。山陰地方の観光おすすめルート、滞在2日半ほど。以前寝台列車で出雲に赴き、その後石見銀山まで足を伸ばしたのですが、時間調整が悪かったのか急ぎ足になってしまいました。鉄道の本数もある方ではないので、宍戸湖名物や鳥取砂丘も後日諦めるぐだぐだ展開に、こう回れば満喫できる例を挙げてくださると、後年役立てたいと思ってます。というわけで、山陰地方の観光おすすめルートというところで、今日はですね、3時から生放送スタートしたので、まあ2時間ぐらいで5時ぐらいでまあ終わろうかなと思ったので、まあ最後の話題としては少しのほほーんとしたものを、旅好き和夫さんに提供していただきました。私がまあ生まれ育ったっていうのはちょっとおかしいんですけど、私は、鳥取県で育ちました。幼稚園、小学校、中学校、高校と、鳥取県で育っているので、まあ、ある程度山陰地方の話についてはできますよというところなんですけれども、山陰地方の観光をおすすめルートはですね、まあ、行き慣れてる人と全く行ってことがない人にちょっと分けるんですけれども、
まあ基本的にはですね、まずは出雲大社に行きましょうっていうところですよね。で、なので、基本的には島根県の出雲大社行く前提でその周りを回ろうっていうのが、まあ、一番最初に行くときにはいいと思います。で、2回目、まあ、行くときになったら、まあ、島根県最初に行ったから次は鳥取県だな。よし、鳥取の、まずは砂丘行ってみようかっていうのが、まあ一番ありきたりなところなんですけど、でもそのありきたりでいいと思うんです。まずは有名なところからねっていうところで。で、まあ鳥取砂丘行ってみたら、結局、なんだ、普通に、なんていうか、もう、暑い時期だと本当に地獄のような暑さを味わって、冬に行ったら、これは、なんていうか、これ冬に行くもんじゃないなっていうのを味わうし、まあ鳥取砂丘っていうのはそういった意味では、まあ秋と春が一番いいけど、でも、こっそり夏に行くのも勧めてしまう、ちょっとね。で、出雲大社に一番なんで最初に行くべきかっていうと、やはりね、いいんですよ、あの雰囲気っていうのが。全く。なんだかんだ言って神社仏閣っていうのは歴史が非常に長いっていうこともあって、まあ気持ちも落ち着くし、日本文化を一番感じられる場所で、で、その周りっていうのは、食べ物屋さんも一番多く、まあ、集中的にあるところなので、まあ観光で行くんだったら、まずは出雲大社に行きまして、その後美術館をちょっと回りまして、まあその後、まあどっちに行くかは余裕があれば、まあ、石見銀山行きますし、石見銀山行くのはちょっと大変だなとなった場合においては、まあ、温泉に行くというのが一番いいでございます。この島根県のこの出雲地方のその周辺、まあ、松江までのあたりのエリアで言うと、まあ、たくさん温泉がありますんで、そのあたりのところで、まあ、自分のまあ、お好みの温泉宿をちょっと探してもらえれば、まあ、全然問題ないかなと思いますね。なので、ちょっと出雲行ったんだけれど、でもあんまり、ちょっと山の奥の方だと、あんまりちょっと行くの大変だなと思ったら、松江市まで行った上で、まあ、ホテルに泊まってもらってもいいですね。で、松江市に行ったら、まあ、温泉のないところもあるんですけれども、その場合はですね、宍道湖っていう、まあ、湖がありますので、その湖を眺めながら美味しいものを食べてもらいつつ、そしてまあ家族と過ごすか、まあ奥さんと過ごすかは分かりませんが、まあ、楽しいお話に、まあ、過ごしてもらえれば、サイン良かったなっていうね、まあそういった気持ちで終われるんじゃないかなと思いますね。で、出雲行くっていう前提で言うと、名所をとにかくたくさん回ろうって思わない方がいいです。基本的にはもう、緩やかに予定は組んでください。本当にもう出雲大社って、まあ1時間でも別に、まあ歩き回って、その後美味しいものを食べて、で、ちょっと海岸沿いの方に行ったら別の、昔のお話に出てきたよっていうようなところが結構そこら中にあるので、そういったものを回るだけでもね、それだけでも十分、なんか半日過ぎちゃったなっていう感じにはなるので、で、その後さっきも言ったように温泉とかに行ったりすれば、もう一日で終わってしまいます。うん。で、新宿は私はいいとこだと思いますよ。まあ特にね、湖を眺めながらちょっと高層階の旅館とかでね、まあそういったところで、なんとなく窓辺でご飯食べながら何かお話をするっていうのはとてもいい雰囲気になると思いますね。まあ子供が一緒にいたらどうかはちょっとわかりませんけれども。さて、というわけで皆さん、お久しぶりの生放送でしたが、いかがでしたでしょうかね。はい。今日は3時からスタートしまして、2時間の生放送をお届けいたしました。今回はちょっとディズニーアニメ調にちょっと顔を加工しておりますが、これは、いずれコラボ企画用ということも準備しております。そしてですね、生放送についてなんですけれども、今回お話ししたように、まあこれまでの生放送だとどうしてもチャンネル登録者数が100人、200人単位で減ってしまうという現象に悩んでいたので、ちょっとどうかなって思っていたんですけれども、ようやくここ最近、それで減るぐらいのチャンネル登録者数だったら、もう、なんていうか、開き直るというか、もう気にしないでやっていこうという、そのあたり少しだけ心の覚悟が決まりましたので、
ある程度喉の調子さえ良ければ生放送を定期的にこれから再開していこうかなと思っております。ロリハニーさん、スーパーチャットありがとうございます。ちょっと読ませてもらいますね。上川さん、皆さん、こんにちは。久しぶりのライブで皆さんのお話や上川さんのご意見が聞けて楽しかったです。ありがとうございました。私、個人的なことで申し訳ないのですが、コラボ用の穴行き風上川さん、ちょっと怖いです。ごめんなさい。了解です。まあ、コラボ用に、これじゃなくて、まあ、猫にするかもしれません。まあ、カッパエンジョさんが犬なので、私は猫になろうかなっていう、まあ、そういったパターンもあるかもしれないですね。ともさん、生放送で減るとは思わなかったということですけれど、まあ、私としても、なんでかなってはいつも思うんですけど、とにかく生放送で減るんですよね。うん。もう本当に、なんでそんなに減るのっていうぐらい減るんですよね。動画で50人増えた後に生放送で100人減るとかね、まあそういったことはまあ日常的に毎回起こってたので、まあ結構ね、ダメージがあるんでございます。カソンマサザカさん、上川さん、皆さんありがとうございました。いろいろ勉強になりました。次回が楽しみ。またよろしくお願いします。ということで、こちらこそよろしくお願いします。AAK さん、この顔につられ見に来たということで。まあこういうパターンもあります。まあ今回だけになるかもしれないですし、またもう一回やるかもしれません。もうライブ放送の時だけこの顔になるかもしれません。まあそのあたりも、まあいろいろ変化を楽しんでいってください。というわけで、本日2021年11月13日生放送についてはここまでといたします。それでは次回は動画でお目にかかりましょう。それではまたね。バイチャー。ポチッとな。